ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアの国家としての衰退がまた一つ確実になったというニュースを取り上げようと思います。現在ロシアはウクライナに対して侵略戦争を仕掛けており、多くの男性がウクライナ領内に兵士として駆り出されている状況です。そのためロシア本国においては、労働力不足といったものが非常に顕著になっていて、それを補おうとしてプーチン政権が打ち出したのが子供たちの雇用促進です。戦争が非常に激しくなると男性が兵士として送り込まれて、それに伴って労働力不足というのはどうしても発生します。このような場合にまず行われるのは女性の雇用促進です。例えば第二次世界大戦においては工場の労働者として女性が大量に雇用され、もしくは状況によっては強制的な動員もかけられて労働者不足を補うといったことが各国で行われました。これは別に何も日本だけの話ではなく、ヨーロッパにおいても砲弾を作っている工場が女性だらけということもさして珍しいものではありませんでした。工場で働けるだけのいわゆる人手としての男がいるんだったらさっさと兵士として前線を送り込めといったことが戦争が進むとどうしても起こるのです。そして現代におけるロシアにおいても労働者不足を補うために行われるのが女性の雇用促進であると同時に、その先にあるもっと年齢の若い層を労働者として使うということです。これは一時的に見れば労働者不足を少しでも補うことができるわけですが、長期的に見ればこれは当然のように現代社会においては未来にわたって悪影響が出続けるものです。今回はこのことについて解説していきましょう。それではどのようなニュースが出ているか見ていきます。プーチン大統領、経済の人手不足に対処するために子供の労働力を活用するよう指示。ロシアのプーチン大統領は当局が数十万人と推定する経済における労働者不足に対処するため、未成年者の就労制限を撤廃するよう命じた。クレムリンのウェブサイトで公開されたプーチン大統領の指示リストによると、政府と戦略的イニシアチブ庁は14歳以上の国民の雇用の促進と雇用の刺激を検討すべきだという。大統領の考えによれば、10代の若者は臨時の仕事に引き付けられる可能性があり、10代の若者を雇用する組織には利益が与えられる可能性がある。さらに、プーチン大統領の指示に従って、18歳未満の国民の雇用を簡素化する必要がある。ガイダル研究所によると、ロシアの工場の人員不足は1996年以来、つまり入手可能な統計の全期間で続いている。7月に経営者らを対象に行った調査では、企業の 42% が従業員不足に不満を抱いていることが明らかになった。動員後に人員に関する問題が発生し、その結果、30万人が前線へ向かい、さらに最大100万人が国外に脱出した。新たな打撃となったのは、軍関係のボランティアや請負業者の大量採用で、その数は2023年初め以来、20万人を超えている。ロシア連邦産業貿易省第一副大臣は、当局によれば、西側諸国からの輸入品を代替すべき製造業には、約66万人の労働者が専門家によると不足していると述べた。同氏によると、ロシアの人的資源は、地域的にも戦略的にも枯渇しており、制裁発動後の労働者不足が主な課題となっている。戦争の影響で労働者が大幅に不足している。前線に送られる人々や軍関係の増大した仕事に対応するために多くの人々もさらに雇用されるし、戦場に送られないために国外へ脱出する人々も多い。このような状況を少しでも改善しようとしてプーチン大統領が打ってきた手というのが、18歳未満の人たちの雇用を促進するために手続きを簡略化する。そして年齢としては14歳以上であればどんどんと雇用していけばいいという方針を示したわけです。ちなみに日本では14歳といえばおおよそ中学2年生あたりの年齢ですから、中学生後半高校生あたりの人たちもどんどんと雇用すべきだというプーチン大統領の考えなわけです。このように子供たちをどんどんと雇用しなければならない、そのぐらいの勢いで現在のロシアの国内経済には大きな問題があることは明らかです。ただしこのようなニュースを見てもおそらくはモスクワ発の情報としては子供たちがありとあらゆるところで働いているぞなんていうことを見かけることはないでしょう。このことを理解する必要があります。そのような情報が出てきたとしても、ロシアの中身がどうなっているかについて考察を巡らせなければ実態を把握することは難しいでしょう。それでは、ロシアの何を理解した上でこのニュースを見なければならないかといえば、それはモスクワやサンクトペテルブルクといったいわゆる大都市圏の私たちがロシア人といえば想像するのは
いわゆる白人の姿です。ところが、労働者不足が非常に深刻だというのは、そうした大都市よりも圧倒的にそれら以外の地方の都市や地方の共和国の小さな村々です。ロシアにおいては、多くの石油や天然ガス、鉱物資源、そして豊富な穀物が取れるといったことから、ある程度のところには富が集中してあります。それらに関連するところやもしくは大都市などにおいては経済が発展し、お金を持っている人たちもたくさんいます。ところが一方においてロシアにおいては非常に多くの民族が住んでいて、例えば私たちと同じようなアジア系の顔立ちのモンゴロイドの人たちもたくさんいますし、宗教的に言ってもあの国においては東方正教会が主流なわけですが、イスラム教徒の人たちもいます。しかし、そのような非主流派の人たちというのは、ロシアにおいては非常に扱いがひどく、経済力の格差も非常に大きいものがあります。ですから、ロシアにおいて例えば、兵士を雇用しますよ、月給30万円、40万円を用意しますよと言われても、大都市圏の若者たちは月給30万円もらっていれば命を懸けてまで同じ金額で戦場へ行くなどということは考えません。ところがロシアの中部やもしくは極東地域における貧しい人たちは月給10万円とか15万円ぐらいで暮らしている状態ですが、そのような状態で月給30万円、40万円を提示されると、貧しさから戦場に出ても何とか生き残れるかもという淡い期待を抱いて志願されたり、もしくはロシア国防省の考えとしても、大都市圏の若者よりも圧倒的にそのような少数民族であるとか、地方の男性などを動員として積極的に招集しているのです。そのような結果として生まれたのが、戦場における死傷者の数で、少数民族の方が圧倒的に死傷率が高いといった問題も発生しています。ですから、都会発の YouTuber などが、こんなニュースが出ているけれども、だからといって、モスクワで何の影響もないスーパーの棚には大量の品物が埋まっていて、戦争が始まる前も後も何も変化はないみたいなことを言うものなのです。ところが地方においては全く様相は異なっていて、村の男性が根こそぎ動員されてしまった、多くの父親が戦場で亡くなってしまった、そのために子供たちが残されてしまった、そのような家も続発しているわけです。そのような状況の村々などにとっては、もっともっと若い年齢の人たちも雇えるようにしよう、労働者としてどんどんと使えるようにしようと考えるのは、いわば中央から見た場合における地方の救済策でもあるのです。もちろんそれは子供たちの未来にとっても非常に悪い影響を残すこととなります。例えば15歳、高校生ぐらいのレベルでもう働き出すとなれば、その後の人生において高等教育を受ける機会がなくなりますから、たとえ戦争が終わったとしても学ぶ機会を得られず、低い賃金でどこかで働き続けるような人生を多くの人々が辿ることとなってしまうわけです。そしてプーチン大統領にとってはそのような子供たちが貧しさから働かざるを得ないといった状況に追い込んでいることもあまり気にはしないでしょう。そもそもプーチン大統領にとってはロシアの未来がどうなろうかすらもおそらくは関心はないでしょう。この侵略戦争をそもそもしない方が明らかにロシアは多くの富を蓄えていましたし、それによって国民全体の物質的豊かさは十分に確保できるはずだったのです。そのようなものを全て自ら台無しにした上で多くの国民を不幸に招く。そしてさらに今も戦争の長期化に伴って悪影響が出ていることを、子供たちの未来を食い潰すことによってさらに延命しようとしているのだと思います。今回の子供たちの雇用を促進しよう、14歳以上18歳未満、このあたりの子供たち、日本で言えば中学生高校生レベルの人たちを労働者としてどんどんと雇い入れるように政府が仕向けるというような、そのような大人たちの始末を子供たちの未来を食い潰すことによってなんとか帳尻を合わせようという非常に邪悪な行いだと私は思います。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。